んにちは。こんにちは。今回は占い吉報位パワーストーンは復縁を後押しするです。今回の動画は私のリクエストです。はい、イルルさんでリクエストされました。どうしてやってみたいと思ったんですか？復縁を後押しするかが聞きたいってことですか？それもありますけど、純粋にめぐるに質問したいことがあって。何でしょう、改まって。世の中にはいろんな占いや、それに近いものがありますよね。で、これを聞いてる視聴者の皆さんも占いに行ったことがあると思うんですね。で、はい。占いに行くときってどこかに不安があるから行くと思うんですよ。そうなんですか？そこから説明しなきゃダメなの。そうですよ。彼と復縁したいと思いました。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。だから、彼とラブラブで幸せな私という思いを決めました。はい。でも、なかなか叶う気配がありません。はい。そうなると不安になるでしょ？不安になったら大丈夫だって言ってくれる何かを求めたくなるんですね。で、その手段の一つが占いじゃないかと思うんですよ。そんなことないですよ。いや、そんなことあるんですよ。どうして言い切るかというと、私がそうだったからです。じゃーん。じゃーん。実際さ、めぐるはそういう類のものに行かないからわかんないでしょ。いや、占いは全然否定していない。むしろ好きなんですってば。よくそんな話しますよね。行かないだけで好きなんですよ。機会さえあれば行きますよ。実際行ったこともあるし。だからさ、そういうお祭り感覚で行く人はいいんですよ。そのまま能天気でいれば。でも実際深刻な人もいっぱいいて、お祭り感覚な人はそんなにいないと私は思うんですね。もっとみんな真剣なんですよ。だって不安なんだもん。ちなみにイルルさんの言う占いって占いのブースみたいなところがあって、そこで占ってもらうっていうタイプのこと言ってますか？それもそうですけど、他にもいろんなものがあります。はい。占いについて簡単に言うと、普通に占い師さんに聞く占いの場合、はい、タロット、西洋占星術、あとはエンジェルカードなんかもありますかね。対面だったり電話だったりメールだったり、手段は様々です。で、ちょっと変わったものだと前世占いとかオーラ占いとかもあって、その辺はもうあげたらキリがないですよね。細木数子さんの六星占術もありますよね。あれはなんか大殺界の時を知っておいて、その時は大きなことはするなみたいな占いだったと思います。大殺界ね、懐かしいですね。はい。あと風水とかね、風水もそうですよね。風水は皆さん知ってますよね。気の流れを見ながら、ここに観葉植物を置くといいとか、物の配置についても決めていったりしますよね。はい。あと方位取りっていうのもあるんですよ。方位取り。はい。視聴者さんの中でそれを気にしてる方はいないですかね。簡単に言えば、自分にとっての吉報位へ計画的に旅行などをすることで、開運に導くことなんですけど、他にもどこがあなたにとって今日となる方位かを教えてくれるのもあったりします。なるほど。旅に行く前とかに聞くの？そういう人もいると思います。旅に出る前にその方位はダメってもしもだよ言われたらどうするの？それは人によるでしょうけど、かなり気にしますよね。イルルならどうするの？行く方向がダメって言われたら旅行取りやめる？いや、行くとは思うんだけど気になるから、ちょっと遠回りしたり、どこかに寄って方角を変えられるかちょっと考えたりすると思う。なるほどね。いや、なんかね、私3月にとある島に行って帰ってきてから、たまたま友達にその方位にその日に行ったのは最悪だったって言われたんですよ。その島に行ったらダメだったってこと？
そうそう。私がちょうど出発した日に、私にとってその方位はもう一番今日の方位になりますみたいな。で、そういうところになんかわざわざ行ってたわけですね。そのタイミングで。で、実際、それはアクシデントやトラブルがすごくあって、でそうするとさ、やっぱりちょっと信じるわけですよ。ああ、やっぱりそういうのがあったのかみたいな。まあでも別にそれはそれでいい気がしますけどね。ちなみにルルさん、他にどういうことにお金を使ってきたんですか？まあ講義では占いと解釈していいですよね。まあそうなるのかな。占いっていうよりかは統計学っていう言い方をされることもありましたけどね。例えば自分の名前の漢字の画数から、自分の運勢を良くする色とか、運勢が悪くなる色を出すっていうのもなんか見てもらいました。名前の画数から。そうそう。で、なんかそこから自分自身が何が得意かとか、どういうジャンルに秀でていきやすいかを出したりしてくれてて、で、なんか私の場合は、オレンジとピンク、あと紫系と、あとロイヤルブルーがすごく運気が悪くなる色っていう風に言われたんですね。で、オレンジはもともとあんま好きじゃないし、私の肌に似合わない色なので良かったんですけど、ピンクは結構似合うと言われてたので、なんかちょっと嫌だなと思いつつ、その時ピンク系の服はみんな手放しましたね。で、そこでそんな驚くようなことではないんですよ。いや、驚きますね。ピンク系が悪い色って言われて、そのままピンクの服を手放しちゃうってどういうこと？縁起が悪いような気持ちになってくるってことですかね。そうそう。だって着てれば着てるほど運気が下がるって言われるからさ。でもこういう時めぐるだったら手放さないでしょ。まあ答えを聞くまでもなくわかりますけど。そうですね。ピンクが好きだっていう前提がある場合でしょ。是が非でも手放しません。ですよね。はい。あと他にやった占いっていうのは、なんかその誕生日から、いつ運気がいいか悪いかみたいなのを出すのもやりましたね。で、一時期半年に1回そこに行って、その年から未来5、6年の数値を出してもらって、自分のやりたいこととかの計画に参考にしてました。なるほど。なんか海外に行くならいつがいいよとか、独立するならいつがいいよみたいにアドバイスされてましたね。ってことは海外に行く時期とか独立の時期っていうのはそれをもとに決めたんですか？まあ参考にはしましたね。もうきっちりその通りにはできなかったりはしましたけど。なるほど。あと他に占星術も見てもらったこともありましたね。パワーストーンのサロンやってた人が占星術もしてて、でなんかその私の生まれた位置にある星を見て、どういうことに秀でていて、どういうジャンルで伸びやすいかなどを教えてくれたりしましたね。さすがに占星術は知っています。はい、そうですね。で、これらを主に不安になった時にやっていたっていうことですか？そうそう。事業を立ち上げる時とか、引っ越しとか、何か大きなことをする時に、今年は何をやってもうまくいかないから来年の方がいいよって言われたら、そういうのは気にするじゃないですか。だから来年にずらすなどは検討すると思うんですよ。まあそうでしょうね。めぐるも縁起担ごうとすると思いますよ、ある程度。本当に？事業やろうとしてて、それを10月って決めてたとして、8月に占いに行ってみたら来年にしろって言われて来年にする？しないですね。ですよね。だから左右されないんですよ。なんで左右されないんですか？今回それを聞きたかったんです。まあ占いもそういう方位取りみたいなのも単純に好きです。やらないだけで好き。
機会があればやりたい。好きだから。いや、違うって好きかどうかは関係ないの。どうして仮に占いに行ったとしても左右されないのっていうのが聞きたいんです。皆さん、これ本当なんですけど、本当にびっくりするぐらい左右されませんからね、めぐるって。そんなことはないです。そんなことあります。すごく極端な話ですけど、占いに行って仮にですよ、明日あなたの事業が潰れますって言われたらどうする？その占い師さんを諭します。諭すって何？はい。占いとはそもそも当人の運命の中から長所を見つけて、なるべくそれを引き出して希望を見出せるようにアドバイスするから行く意味があるじゃないですか。それなのに、明日会社が潰れるとか縁起でもないね、人の不安を最大限煽るようなことを言って、それって占い師さんの人間性が問われるんですよ。そういう生き方でいいんですかみたいな感じで詰め寄りますね、多分。マジで。でもさ、おかしいじゃん。いや、おかしかったとしてもおかしいことになかなか気づかないんですよ。なぜなら、その時自分は不安だから、不安ゆえに行くとそのまま鵜呑みにしちゃうことがあるんですね。でも自分の人生なんだから、占いの結果にとらわれすぎる必要はないんですよ。そもそもさ、そう思うからそうなるっていう潜在意識の法則に照らし合わせれば、自分が思っていることを占い師さんが代弁してくれてるみたいな捉え方もできるじゃないですか。いやー、ほんとそれなんだよね。私は今振り返ると、一時期はかなり気にして様々な占いなどに頼って実際、占いで言われたことに近いことが起きたらすごいって思ってたんですね。でも結局それって自分がそう思うからそうなっているんじゃないかと思ったんですね。だから思ってるから占い師さんが代弁したってことです。そうなると思いますよ。でも、その話抜きにしても、不安な時ほど占い師さんのところには行くなっていうのは一つのアドバイスとしてはありかもしれないですよね。ちょっとそれ全然アドバイスになってないよね。だって占いって心が弱ってる時とか、不安な時とか、何かしら他者に背中を押してもらいたい時に行くんだから、それを行くなってちょっとおかしすぎるでしょ。いや、そんなことない。だって占い師さんの言うことに左右されすぎる自覚のある人は元気な時に行くべきじゃないですか。だってめぐるさ、自分が意外に左右されやすいって自覚はちゃんとあるので、そういうところにそもそも行かない、寄りつかないっていうのもあるんですよ。行かなければ余計な情報を他者から仕入れる必要もなくなるでしょ。だって行かないんだから。そうですね。でもどうしても不安な時は頼りたくなるっていうのは普通のことだと思うから、占い師さんが何を言ってきても彼とラブラブっていう思いの方はブレさせないみたいに決めてから行くのはいいかもですね。それはいいかもしれないですね。占いって褒めれんでも何百万も使っちゃったっていう人は1人や2人じゃないんですよね。で、最後は自分が決める。ここはもう忘れないでほしいんですよ。もうそうですね。どんなに占い師さんがあんた彼と復縁できないよって言われたとしても、復縁できないんだ、もうおしまいだって思うのも、復縁できないんだ、その話は気になるけど、私は何が何でも彼とラブラブって思いに居続けるんだって思うのも、どちらを選んでもいいんですよね。あなたならどっちを選ぶって感じなんです。そういう意味では占い師さんが何を言ってこようが、最後は自分が決めている。これはもう例外なくそうですからね。本当そうですね。はい、というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。